皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。高性能ゲーミングミニパソコン、ASUS の ROG NUC になります。何これ、どうしたの？今回はこちらの商品を ASUS さんからお借りしました。なんだ借り物なのね。で、こちらの NUC なんですが、NVIDIA GeForce RTX 4060ラップトップ GPU 搭載のミニパソコンとなります。でもラップトップ GPU なんでしょ？ラップトップ GPU なんですが、通常ゲーミングノートパソコンに搭載されている RTX 4060ラップトップ GPU の消費電力は 35W から 100W ぐらいなんですが、こちらの ROG NUC は 110W 足す 25W という通常よりも強い性能を持っているんですよね。その差で結構変わるの？実際この後検証しますが、普通にすごかったです。ということで今回はこちらの ROG NUC を色々と見ていきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの ROG NUC の公式ページから見ていきましょう。まずコンパクトサイズで、フルゲーミングパワーと書かれています。私が今回レビューするモデルは Intel Core Ultra 7と NVIDIA GeForce RTX 4060モデルなのですが、この ROG NUC の最上位モデルは Intel Core Ultra 9と NVIDIA GeForce RTX 4070モデルとなっています。かなり高性能そうな組み合わせですよね。その下には妥協のないゲーム体験と書かれており、RTX 4070と4060を搭載していることが記載されています。RTX 4000番台だとディープラーニングと AI を使って低解像度を高解像度にアップスケールする DLSS3 も使用できるので、それに対応したゲームも含めてより快適に遊べるかと思います。さらにその下には Intel Core Ultra を使った AI 対応についても書かれています。AI 対応ソフトが次々に出てきているので、この辺は今後より活躍ができるのかなと思います。その下には小スペースでカスタマイズ可能なシャーシデザインと書かれています。デスク上に乗せてさらにパフォーマンスも出せるとなると小スペースでいいので、パソコン部屋がない人になんかはいいですね。あとは関連製品などが掲載されていました。でもこれだけの性能とかだと値段も結構しそうね。そうですね、価格については、Intel Core Ultra 9と NVIDIA GeForce RTX 4070モデルで動画編集時点で Amazon で35万9192円。今回レビューする Intel Core Ultra 7と NVIDIA GeForce RTX 4060モデルで27万8124円となっています。価格的には安いとは言えないですし、BTO パソコンとかの方が安いものもあるかと思うのですが、小スペースで高性能なら、と思いますがいいお値段ですよね。続いて実物と性能面を見ていきましょう。シュラララ。それでは実際に開封をしていきます。外箱も ROG のロゴがデカデカと書いてあってかっこいいですね。開封するとすぐに NUC 本体が出てきます。見た目は黒ベースで作りはかなりかっこいいですね。ポイントに ROG のロゴが入っているのもかなりおしゃれかと思います。こちらは後ほど詳しく見ていきましょう。その下には紙類と何やら黒いシートみたいなのが入っていました。何この黒いシート？こちらの黒いシートなんですが、こちらの ROG のロゴの光ってる部分のフィルムとなっていて、このフィルムにイラストや文字などを削ることでオリジナルのロゴフィルムを作ることができます。自分のオリジナルロゴを光らせられるのはいいわね。今回はお借りしたものなので作りませんが、カッターとかで削るだけで十分みたいです。続いての付属品はこちら。こちらはスタンドとなります。スタンドの差し込み部分にも ROG のロゴが入っていて、細かいところまで気を使っているなっていうのがわかりますね。しかもフロントの向きまでわかるようになっているのでこれはユーザーファーストな作りになっているなと思います。あとは Intel Core Ultra 7のロゴシールも入っていました。こちらは筐体に貼りたい人向けに別に入っているのか、製品版にはすでに貼り付けてあるのかわかりませんが、個人的には筐体がかっこいいので貼らずに使いたいですね。あとは電源コードと、電源アダプターが入っていました。こちらの電源アダプターは 19.5V、16.92A の 330W 出力のもので、今まで触ってきたミニパソコンの中で一番大きいサイズかもしれません。これは確かに大きいわね。もちろん PSE マークもきちんと入っていました。こちらのアダプターだけでも、991.9g もあるので持ち運びというよりもデスクに置いて使うという感じですね。ほぼ 1kg。付属品は以上になります。随分少ないわね。HDMI や DP などは付いていなかったので使用する人は各自で用意した方が良さそうですね。では続いて ROG NUC 本体も見ていきましょう。まずは見た目ですが黒を基調として、所々に ROG のロゴが入っていておしゃれですね。こちらが先ほどの LED で点灯する部分になります。大きさですが縦 270× 横 180× 高さ 50mm となっており、ミニパソコンとしては大きいですが、デスクに置いてもそこまで邪魔にならないサイズかなと思います。重さも測ってみたところ、
重さは 2572.8g だったのでかなりずっしりとした感じはあります。続いてインターフェースも見ていきましょう。フロント部分は SD エクスプレス 8.0 カードリーダー、USB 3.2 Gen 2x2、ヘッドセット端子、電源ボタンとなっています。背面には USB 3.2 Gen 2×4、USB 2.0×2、2.5G の有線 LAN、サンダーボルト 4×1、HDMI 2.1出力 ×1、ディスプレイポート 1.4A 出力 ×2、とインターフェースはかなり充実していると思います。映像出力はサンダーボルト4も含めると4系統もあり、最大4台のディスプレイの同時出力が可能となっています。ワイヤレス機能は Wi-Fi 6E と Bluetooth 5.3を搭載しており、OS は Windows 11ホームです。この辺はウルトラ9のものとウルトラ7のもので違いはありません。スペックの確認もしていきましょう。まずは CPU から。CPU は、インテル Core Ultra 7プロセッサー 155H で、パフォーマンス重視の P コアを6機、効率重視の E コアを8機、省電力の LPE コアを2機で合計16コア22スレッド。動作クロックは最大 4.8GHz、処理内容に合わせて使用するコアを変えることで、ワットパフォーマンスを高めているのが特徴です。AI 処理専用の NPU を内蔵しているので、対応アプリなどには省電力で高速処理が可能みたいです。GPU は、NVIDIA 最新世代でモバイル向けの GeForce RTX 4060ラップトップ GPU。CUDA コア数は3072機、ビデオメモリ波 GDDR6 が 8GB、メモリバス幅は128ビット。AI によるフレーム生成とアップスケーリング技術の DLSS3 や AV1 エンコードにも対応しています。またカード電力の最大が 130W でブーストクロックが 2370MHz まで出せるようになっており、ゲーミングノートパソコンに搭載されている RTX 4060ラップトップ GPU よりも高い性能が出せるようになっています。メモリは DDR5 5600の 8GB×2 枚。SSD は PCI Express 4.0×4 接続の NVMe SSD で容量は 512GB となっています。ちょっと SSD の容量が足りない気がしますがそこは増設するか外付けで対応するしかないかなと思います。では実際に動かしてみましょう。シュラララ。初期起動までの時間も計測してみます。スイッチオン。今回は全く新しい状態での起動時間を計測しております。ここから少し時間がかかるので結果を見たい方は少し早送りをしてください。起動から約9秒で ROG のロゴが出てきました。映像はカットしないで初期セットアップ画面が出るまで続けておきます。そろそろ1分経つけどまだ。画面は動き始めているんですけどね。ということで1分7秒で初期セットアップ画面が出てきました。秒数としてはそこまで速くないって感じですね。あくまで初回起動時だけなので、買った初めの電源投入時は起動までにこれぐらい時間がかかる、と思っておいてください。では検証パート行ってみましょう。シネベンチ R23。まずはシネベンチ R23 からやっていきましょう。今回の検証はすべてパフォーマンスモードでの計測となります。てかさすが16コア22スレッド。結構早いですね。それよりも温度高くない？そうですね。あっという間に100度に行ってしまったのですが、後ほど音量も出しますが結構静かなんですよね。ではまずはスコア等の結果を見ていきましょう。今回のインテルコアウルトラ 7155H の結果ですが、マルチが18128と17805、シングルが1648という結果になりました。マルチスコアは AMD Ryzen 5 9600X やインテルコア i5 12600系と同じぐらいで、シングルは AMD Ryzen 9 5950X やインテルコア i5 12400と同じぐらいのスコアとなりました。あれ、少し前のデスクトップ CPU ぐらい。いやシュラミちゃん考えが違いますよ。ノート用 CPU なのにここまでの性能があるってことなんです。ああ確かにそう言われてみれば確かにそうね。ただこの最高温度が102度ってのは問題ないのでしょうが、ちょっと気になるところかもしれませんね。では続いてゲーム性能も見ていきましょう。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いては FF14 ベンチマークになります。設定は最高設定で解像度は 4K、WQHD、フル HD で行いました。映像は5倍速で回しております。結果はこちら。
WQHD でも設定次第では遊べそうな結果ですね。4K の場合は最低設定でなら、といったぐらいでしょうか。ただフル HD であれば全然問題なく遊べそうですね。さすがゲーミングミニパソコンね、4K でもいけるなんて。では次。サイバーパンク2077。続いては激重ゲームのサイバーパンク2077です。解像度はフル HD で設定はレートレーシングウルトラで行いました。4K とかも試したんですが重すぎたのでフル HD のみの結果となります。結果はこちら。DLSS3 なしの方は平均 FPS17.51、最低 FPS13.45。DLSS3 ありの方は平均 FPS85.51、最低 FPS42.00。重量級のゲームでも DLSS3 が使えるだけでここまで FPS に差が出ますね。搭載されている GPU が RTX4060 ラップトップとはいえ、ここまで FPS が出てくれれば快適にできそうですね。では次。モンスターハンターライズサンブレイク。私の最近ハマってるゲーム、モンハンになります。解像度はフル HD で画質設定は高で、大名槌を倒しに行っています。戦うモンスターや場所によって FPS が変動するので参考程度に見ていただきたいのですが、このぐらい FPS が出ていれば十分楽しめるかなと思います。来年には新作のワイルズも出るみたいですが、まだ詳しいスペックが出ていませんが楽しみですね。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2になります。解像度はフル HD、設定は高、DLSS3 はバランス、人口10万人の街での様子になります。こちらも重量級のゲームなのでフル HD でも30前後しか FPS は出ていませんが、こちらも DLSS を使えばできなくもないって感じですね。では次。Apex Legends。では続いて Apex です。解像度はフル HD で設定は最高設定で行いました。まずは射撃訓練場の爆破実験から。最高設定でも十分遊べそうですが、もっと高 FPS と安定を求めるなら競技設定の方がいいかもしれませんね。続いては戦場にも行ってみました。状況によって FPS が違うので参考程度に見ていただければと思います。最高設定でも平均で140前後の FPS が出ているのでゲーミングモニターでも十分使えそうですが、144fps を維持したければ設定の変更も必要かなと思います。では次は動画エンコードも見てみましょう。動画エンコード。続いては動画エンコードになります。4K5 分間の動画をそれぞれ再エンコードした時の時間です。YMM4 はなんちゃってハードウェアエンコードなので時間がかかっていますが、ハンドブレイクは8分とこのぐらいの速度であれば十分かなと思います。では次。消費電力運用測定。最後は消費電力と運用測定です。アイドル時は消費電力が 25W 前後、音量は 30dB 前後。シネベンチ R23 中は消費電力が 120W 前後、音量は 40dB 前後。FF14 ベンチマーク中は消費電力が 140W 前後、音量は 35dB 前後でした。動かしている時は正直注意しないと音が聞こえないぐらい静かでした。これならデスクに置いてもそこまで気にならないんじゃないかなと思います。シネベンチも FF ベンチも先ほどの性能でこの消費電力ならかなりいいんじゃないかなと思います。シュラララ。では最後にこちらの ROG ナックを開けてみたいと思います。開けられるの？はい、それも結構簡単に開けられるみたいなのでやってみましょう。まずは背面にあるレバーを動かします。こんな感じで横にずらすだけです。そうしたら上面のカバーをスライドさせます。今カバーがずれた音が聞こえましたかね。そうすると上面のカバーが外せます。続いて背面のネジを1本緩めます。このネジを1本外すだけで内部にアクセスすることができます。そんな簡単なの？ネジを緩めたら後ろのインターフェースのところをスライドさせます。これが最初は結構固めだったので開ける方はこの部分は気をつけてください。そうするとこのようにメモリと M.2 が見えてきます。ケーブルが1本だけついているのでそれを断線させないようにだけお気をつけください。これで M.2 やメモリの交換もできるのね。です。あれ、でもさこういう分解って保証対象外だったりしない？普段私が扱ってるミニパソコンなんかは開けてしまうと保証が切れてしまうものが多いのですが、ASUS さんの公式発表でここまでは保証の対象となるみたいです。なのでメモリをもっと大きいものにしたいとか M.2 が2スロット空いているのでそこを増やしたいっていう時に、ここまではユーザーがやってもいいみたいです。さすが ASUS さんね。ということで分解工程でした。本当に簡単だったわね。ですね。ということで今回は、ASUS のゲーミングミニパソコン ROG NAC でした。あんた的にはどうだった？
見た目もかっこいいし、ゲーム性能も高く、かなりミニパソコンとしてはいい商品かなと思います。ただ価格がどうしても高いっていうのが仕方がないことなんですが気になるところですね。まあ確かにそれはあるわね。あれ、あのコントローラーは何？あ、こちらのコントローラーも今回一緒にお借りしたんですが、ゲーム機としても使える ROG NAC なのでこういった Bluetooth コントローラーと接続すれば、より快適にゲームができるっていうのも最後にお伝えしておきます。ああ確かにこれはゲームするには便利そうね。あ、それとエンディングの途中なんですが、この映像のスタンド、逆向きにセットしちゃってました。皆さんは間違えないようにしてくださいね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。